こんにちは、のすけです。沸騰冷却専用の PC ケースを自作する企画。上会議の直前に沸騰冷却と シースルー HDD が完成。どうにか展示に間に合いました。今回は超会議のダイジェスト版をお送りします。ということで早速。こちらはパッキングが大体完了したところ、時間が足りなくてめっちゃ焦っていたので、写真が多めとなります。左のボックスに沸騰冷却 PC 関連の荷物、右のボックスに JCJC 関連の荷物が入っています。のすけだけの視聴者さんに説明すると、よすけ名義で参戦しているルール無料 JCJC。ネタ枠超えのタイムを記録しているので、そのコースを展示することにしました。上会議の前日、会場に向かうために荷物を積み込み、ボロっていうハッチバックの車に、250リッターのボックス2つをギリギリ乗せました。見にくいですが、バックミラーは使える範囲。安全運転でお願いします。ちなみに沸騰冷却 PC のボックスは推定 20kg 超え。腰が砕け散る寸前。搬入待機場所に到着。初めてなので、余裕を持って搬入開始2時間前です。もっと混んでいるのかもと思っていたのですがガラガラ。気合が入りすぎていたようです。まあ、ボイスボックスずんだもんとか、の運営の人と、仲良くなれたのでよかったです。ちなみに混み出したのは30分前ぐらいからでした。とのことだったので、何の成果も得られませんでした。一人で設営だったので時間との戦い。大体ですが、4時半から設営を始めて、6時半からの洋蘭主催決起会でカレーを流し込んで、7時半に延べ注入まで完了といった感じ。戸締まりの関係で8時には強制退場させられました。その後は、ずんだもんに教えてもらった銭湯に行って、駐車場で車中泊。ホテル代をケチってなのですが、これが結構やばかった。10年ぶりぐらいの車中泊。狭くて足伸ばせないし、床が硬くて痛いしで、ぐっすり眠れない、翌日は体がバキバキ。来年はホテルに泊まるべき。上会議当日は8時から出店者の入場が始まったので、入場後すぐにノベックの漏れチェック。幸いにも漏れなし、圧力低下なし。PC を起動して動作確認といった流れ。元気に沸騰冷却してくれました。HDD も。
説明するのを忘れてましたが、直前の動画でいただいた資金で新品 HDD を購入。埃に気をつけて手早く蓋を交換することで、シースルー化に成功しました。資金を提供してくれた方、本当にありがとうございます。念のため、HDD の性能は、上段下段ともに SATA の基準速度近くで通信できてます。不要セクタの確認もして、問題なさそうでした。ということで、HDD も万全の状態。あとは一般入場の始まる10時を待つのみ。ちょっと緊張してきたぞ。ということで、緊張しすぎて動画とか写真を撮るの、忘れました。言い訳をすると、そこそこ忙しかったです。ブースがホリエモンロケットの近くだったので、技術的なことに興味がある人が多く通ってくれました。沸騰しているところを見ると、なにこれって感じです。もちろん視聴者の方もたくさん来てくれて、間近で沸騰冷却を見てもらえて嬉しかったです。起動ボタンに興味がある人もいました。なにこれあと、ルール無料 JCJC のライバルたちも、遊びに来てくれました。皆さん、ファントムシステムよりも、沸騰冷却の方に興味がそそられたようです。ということで、楽しい時間はあっという間に過ぎて、午後6時、1日目が終了。のすけは1日目だけの出店だったので、すぐに撤収を始めました。8時頃に撤収完了。めっちゃ疲れましたが、達成感はありよりのありです。沸騰冷却 PC を見に来てくれたすべての人に感謝です。ニコニコのサポーター、YouTube のメンバーをはじめ、すべての視聴者に感謝。本当にありがとうございました。最後は来場した人から集めた写真で締めたいと思います。ただ風に揺られて何も考えずにただ雲を眺めて過ごすのもいいよね。誰しも何かしら使命を